ふくらはぎの老廃物が溜まり続けると全身の老化が加速します。ほんま同級生に会っても老けたと言われますよ。ここで今回は私の考えるたった1分2つの膝下の専門的な筋肉を刺激して速攻ふくらはぎの老廃物を取り除き老化や体全体の波を解消する学習の授業になります。私も怪我の影響で足の老廃物が溜まったまま悩んでいたので皆さんの気持ちは痛いほどわかります。どすこいセルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。戦わんのかいと思ってる皆さん、実は相撲をやって体がボロボロで引退しました。今、歩くことも少なく、生活環境も変わり、知らず知らずに、ふくらはぎに老廃物が溜まりやすい環境や、いろいろな問題を引き起こしています。それをほったらかすと、将来的なリスクは、足のところに静脈瘤ができて、変形性膝関節症も引き起こし、最終的には静脈瘤や膝の変形の手術や老廃物も溜まったまま全身の血流も悪くなり老化も加速していきますので注意してください。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えせなあかんことがあります。皆さんよくふくらはぎの老廃物のむくみがあるからってこうやって強く揉んで刺激したりこのように足を無理やりストレッチしていないでしょうね。これほんま飽きません。そして解消が遅くなります。実際にやったりもしくは治療院に行って施術を受けているかもしれませんが結局は症状が戻っていませんか？これ構造的に刺激している筋肉が間違っているのが理由です。なのでまずは私と一緒に家からスタートしましょう。では早速実践していきます。これ座ってできるのでめちゃめちゃ簡単です。1つ目の筋肉です。まず肩幅に足を広げます。そしてやる側の方の足を膝を内に入れます。そしてかかとが離れないようにして足の親指をこのように外に向けます。そのままの状態で親指をこのようにぐっと床を押し付けます。そうするとすねの横側のところに力が入りますのでその状態で10秒間10秒 ×3 回です。これソファーとか椅子の背もたれがあったら全然もたれてもらってやっても構いません。ではそのままやっていきましょう。ぐっと親指側を押し付けます。ここですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回いきましょう。ぐっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。無理はしないでくださいね。10秒かける1回を細切れにしても全然構いません。ではラストいきましょう。ぐっと押し付けます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。では反対も同じようにやっていきます。まず肩幅に足を開きます。そしてやる側の方の足を膝を内に入れます。そしてかかとが離れないようにして足の親指をこのように内側に向けます。そのままの状態で親指を床の方でぐっと押さえつけます。そうするとすねのこの横側のところに力が入りますのでその状態で10秒間10秒 ×3 回です。ではやっていきます。ぐっと踏みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。もう一回いきます。ぐっと押さえつけます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストいきましょう。ぐっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。この時に足がもしつるっていう人があれば膝を伸ばしすぎないで少し曲げた状態でするとつりにくくなります。次に2つ目の筋肉です。先ほどと同じようなところで少し変わるだけになります。まず肩幅に足を開きます。そしてやる方の足の膝を内に入れます。そしてかかとは離さないで足の指を外に向けます。そのままの状態で足首をこのように少し曲げて指を浮かします。そして次にこのまま指をぐーっと握ります。特に小指側の方を意識してください。そうすると足の裏の小指側のところに力が入りますのでその状態で10秒間10秒 ×3 回です。ではやっていきます。やった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回。やった。1、2、3、4、5、
5、6、7、8、9、10ラストです。これ無理しなくていいですよ。本当に10秒かける1回で細切れにやっても構わないです。ではラストいきましょう。グッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。では反対もやっていきましょう。まず肩幅に足を開きます。そしてやる側の方の足を内に入れます。そしてかかとは離さないで親指をこのように外に向けます。そのままの状態で足首を曲げて指を浮かします。そしてこのままで指をぐっと握ります。特に小指側を握ります。そうすると小指側の足の裏のところに力が入りますので、そのまま10秒間10秒かける3回です。ではやっていきましょう。ガッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10もう一回頑張ってグッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ラストいきましょう。ガッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。でもこれ片方ずつやるってめんどくさい時ってありますよね。なので両方できる方法もあります。なので今から両方いっぺんにできる方法をやっていきましょう。まず1つ目の筋肉を両方やっていきます。肩幅を足に開きます。そのままの状態で膝と膝をこのように近づけます。そしてかかとを離さないようにして足の親指を外に向けます。そのままの状態で親指を両方ともぐっと床を押し付けます。そうするとすねの横側に力が入りますので、その状態で10秒間10秒かける3回です。では10秒間だけ一緒にやってみましょう。ぐっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。これならより簡単ですよね。そして2つ目の筋肉、このままの体勢で要は足をこうやって曲げればいいだけです。そして指を浮かします。そのままの状態でぎゅーっと小指側の方を握ります。そうすると小指側の足の裏のところに力が入りますので、その状態で10秒間10秒かける3回です。ではやっていきましょう。10秒間だけ一緒にやりましょう。ぐっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。たった1分、めちゃめちゃ簡単じゃないですか。私は足の捻挫も何回もしているので、足首の捻挫予防や足首が硬い時にもおすすめですので、毎回これでリセットしています。なので皆さんももしこれ終わって立った時にこのような形でぐーっと足を伸ばすとめちゃめちゃ伸びやすくなってますので、これも合わせてチェックしてみてください。最後にこのセルフケア後に合わせておすすめなストレッチも紹介しますので、最後まで注目してみてください。老廃物が溜まる原因と解消の仕組みは、老廃物がふくらはぎに溜まりやすい理由は重力の関係で心臓から血液が下に流れて、今度はそれを心臓に戻す機能が働いていないのが要因で、それを解消するのが先ほどのセルフケアすることで膝下の老廃物を押し戻す2つの専門的な筋肉が刺激できます。膝の外側から小指までつながる膝下を支える専門的な筋肉の腓骨筋という筋肉です。2つ目は腓骨筋につながる足裏から小指まで支える専門的な筋肉の小指の内在筋という筋肉です。この2つを計画的に刺激的に働かせます。そしてこの膝下から足裏まで支える2つの専門的な筋肉がサボって働いていないと、足裏で体重も均等に支えることもできないので、その役割をふくらはぎが責任を押し付けられるので、頑張りすぎて固まって癒着し、老廃物を流す機能が失われています。結果、この2つの本来持っている能力を取り戻し、膝下から足裏の構造が正常化するので、ふくらはぎの固まって癒着した筋肉の癒着も剥がれ、老廃物を押し流す機能が復活するので解消するというわけなんですね。この老廃物を解消させていくと、膝下からつながっている膝の横脚も解消し、第二の心臓と言われるふくらはぎの筋肉も安定して働くので、結果横脚も解消し、
そこにつながる膝の負担も軽減するので、変形性膝関節症も予防し、ふくらはぎの第二の心臓のポンプも正常化するので、下半身に溜まった老廃物やむくみをきれいに内臓まで循環させるので、血液がろ過され、栄養満点な血液が全身に行き渡るので、全身が若返り、老化も加速させません。そしてこのセルフケアは歩く、走る速度が速くなったり、ジャンプ力アップにもおすすめですよ。最近歩く時追い抜かれるなって思う人にも超おすすめです。この毎日たった1分の行動力、これを行うことがセルフ健康貯金への秘訣ですからね。ここまで注目して見てくれた生徒の高評価、チャンネル登録、そして応援コメントが私の最大の原動力になります。痛みや悩みに対する質問ややってみた感想など、ぜひコメント欄にご記入ください。ここまで見てくれた皆さんはもうセルフケア教室の生徒ですからね。本当ご視聴いただきありがとうございました。最後に私が思うセルフケアをするとストレッチも伸びやすくなるので、後におすすめなストレッチも一緒にやってお別れしていきましょう。なので先ほど座ったままのセルフケア終わった後で構わないです。そのままの体勢でまずこのように足を前に出します。そして足の裏はつけないで天井の方に足の指を向けます。そして足の指はこのような形で変な方向に倒さないで真上に向けてください。そして膝は曲がったままでもいいですし、伸ばせるなら少し伸ばしてもいいです。伸ばせば伸ばすほど少しきつくなります。そしてそのままの状態で親指の方向におへそをこのようにぐーっと出していきます。そうすると太ももの後ろが伸びてきますので、その状態で30秒です。これをすると膝痛や姿勢改善のストレッチにもなりますので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。